トップの偉いの解説ですね。60分で一応ね、全6話を話しちゃう予定なんですけども、多分ね、60分では収まらない。収めようとしますけども、頑張って話します。じゃあですね、トップの偉いの、大体、こんな感じで、無料、有料で切り分けて公開していこうと思います。ですね、今日一応ここまで話すんですよ。このトップ狙いの2話まで無料で話すんですけども、これ今のですね、生放送ですね。生放送の公開が月曜の夜までだっけ？はい。月曜の夜まで公開したらですね、もうここで見れなくなっちゃいます。で、一応ですね、水曜日にですね、無料で1話公開して、木曜日に無料で3話公開して、で、金曜日に5話公開すると。で、それぞれの2話、4話、6話っていうのは、最終話っていうのはですね、限定の方になってますから、よろしくお願いします。で、今日は、限定前でも全部6話まで話して、一応こぼれ話というかですね、まとめみたいなものをですね、プレミアムでしようと思うと、こんな感じで、いこうと思います。こういうふうにしないとね、なんかこう、無料と有料との切り分けが難しくなっちゃってきたんでですね、こんな、こちら側の編集でなんとかこうしていこうというふうに思ってるんですけども、そもそもね、見た人が少ないんですよ、トップを狙えっていうのは。だって30年以上前の、それもオリジナルビデオアニメですからですね、見た人がもうほんと少ないんですよね。で、この間まで Amazon ではですね、無料配信されてたんですけどね、今は有料のレンタルのみですかね、になっちゃってるんですよね。で、なので、この動画を、今回のこの僕の解説動画を見る人の、実は過半数はどんなアニメかわからなくて、この僕の解説だけを聞くことになる、見ることになっちゃうんですね。でも、だからといってですね、もう1話10分で話すつもりなんで、普通のストーリー紹介はもうやりません。自分で作った作品なのでですね、もう隅から隅まで分かっているので、逆に個人的な部分だけですね、僕が個人的にここっていう風な部分だけをですね、絞ってちょっとそこを熱く語っていきたいと思います。名付けてですね、今回は名付けて、エヴァブームで再浮上ですね。32年前のですね、トップを狙いは、こんな作品だったと、こんな過激な作品だったということをですね、話してみたいと思います。ということでですね、前説終わりですね。じゃあ、行きましょうか。よいしょ。じゃあ、まずはですね、第1話。第1話のタイトルがですね、ショック、私とお姉様がパイロットっていうタイトルなんですけど、ふざけタイトルですよね。なんでこんな全6話ふざけてるのかという理由は、余談になるので、これはもっと後の方で話そうと思うけども、この第1話と第2話作った時っていうのは、監督が庵野秀明に決まる前なんですね。で、その前にもう脚本から設定から全部完成してた。ですよね。4話までのやつ完成してた。で、これは、バンダイビジュアルとですね、当時のビクター、オンさんからですね、ビクター映像ソフトからのかなり細かい使用要求があったんですよ。オリジナルビデオを作るにあたってこういう風にしてくれっていうのがあって、もう当時、そのオリジナルビデオ、全盛時代、オリジナルビデオっていうのは、アニメーション作るんだけど、テレビシリーズじゃなくて、VHS のビデオだけで売る。なんか、レンタル店とかを一応視野に入れてるですね、そういうふうな、作品のことなんですけども、初期のオリジナルビデオっていうのは、大体2年目ぐらいまでですか。割と制作予算も多いめに出て長い目の尺のものが多かったんですけども、どんどんアニメファンは、その中身がわからないものにちょっとお小遣いを出すっていうのが、いくらアニメ誌がね、すごいぞすごいぞって持ち上げても限界があると。そうじゃなくて、リーズナブルな作品で、リーズナブルな尺で出そうという時代になってきたところのトップを狙いなんですよ。で、僕はですね、この作品、トップを狙いに関しては、もう1話2話に関しても監督も決まってないので、本当に自分で好きにキャラクター設定を決めて、メカ設定も決めて、脚本までまとめ上げました。だから、現場からは正直、ものすごい文句言われました。例えば、キャラ設定を三木本春彦にするに関しては、これはもう、ビクターとバンダイからの要求というかですね、強いお願いなんですね。貞本さんが上手いのはわかるんですけども、ちょっとそれでは、ビデオを売るにはきついというふうに当時は言われたんですね。で、三木本君にですね、キャラクターを頼んで、引き受けてもらうんですけども、もう延々サッカー監督の貞本には、なんで三木本さんなんですかと。なんで俺なんですかとは言わないですよ。なんでなんですかと。僕もね、その当時はね、もう高梨太郎なんですよ、白箱の。
ビクターとかバンダイから言われたことを直に、貞本に話しちゃうわけですよ。いや、それは、右本君の方が売れるからというふうに、スポンサー筋が言ってるから、ここはもうしょうがないよというふうに言っちゃったわけですよ。そうすると貞本君はもう最後までへそを曲げてトップを狙いかしたら、ちゃんと仕事してくれるんですけど、最後の最後までへそを曲げてたんですよね。で、メーカー設定にしてもですね、別にこれスタジオの上のですね、宮武和孝という人にやってもらったんですけども、で、この人もですね、川森くんでないと実は、売れないだろうというふうに言われたんですけど、いや、宮武さんもマクロスやって、実は僕は宮武さんの方がすごいと思ってるんでっていうふうなことで、交渉して通したやつなんですよね。で、こんな感じですね、一つ一つ、なんでこうなのかっていうのを自分の好きにやってるんですけど、好きにやってることに関しても、その現場との圧力とかですね、スポンサー筋に対する説得とかというのをやりながら、なんとか好きにやってた。で、目指したのはですね、真面目なパロディなんですよね。改めて見た人には、こんなこと言ってもしょうがないですけど、真面目なパロディ。だから、真面目だから、これパロディですよって、なんちゃって的な腰砕けをせずに、最後までやりきるっていうですね。アメリカのコメディとかに近い形式なんでしょうね。そういうふうなものを作りたかったんですよ。主人公、高谷紀子はですね、太田コーチにより、マシン兵器パイロットに選ばれる。これが第1話なんですけど、このマシン兵器というネーミングも悪ふざけですよね。当時ガンダムがですね、例えばロボットと言わずにモビルスーツと言ったりですね、パトレーバーもロボットと言わずレイバーっていうふうに言ったりですね、そういうような感じでロボットものをやるんだったらロボットと言わずにオリジナルな呼び名にしようと。そのオリジナルの呼び名っていうのはかっこいいものにしようという流れがあったんで、じゃあ俺たちはですね、マシン兵器っていうですね、どうだダサくてかっこいいだろうっていうですね、このやけくそ感のあるネーミングと、これがその真面目なパロディっていうのの基本設定なんですよ。なんでしょうね、この時代とロボットって言えばいいのに、モビルスーツとかですね、レイバー。それわかる。それわかる。でも、じゃあ、あえて俺たちはマシン兵器だって、ちょっとね、この気持ちっていうのがだんだん皆さんに今回伝わるといいなと思います。当時からダサかったんですよ、このマシン兵器という言い方は。しかし選ばれたのりこはですね、落ち込み、いじめにもあってですね、事態を申し出ると、私もパイロットなんかになりたくありません。すると、太田コーチはですね、のりこを連れ出すんですね。私には才能なんかないんですって言ったら、お前には才能がないと言うんだな、と。で、そこでですね、太田コーチはのりこを連れ出しですね、あれを見ろあれがお前に足りないものだっていうシーンがですね、これですね。もう、お姉様、主人公が憧れてるですね、バラの女王ですね、天野和美さんが、天野和美は僕の元嫁のですね、本名なので、結婚前の本名で言いにくいんですけど、お姉様が鉄下駄を履いてですね、坂道、だから階段を登っているわけですね。アフレコでですね、日高のり子さんが、これもう僕、アフレコに全話立ち会ってるんですけど、日高のり子さんが吹き出しちゃったんですよ。で、声優さんってギャグシーンでね、まず笑わないんですよ。もう仕事で慣れてるし、家でもシナリオを読み込んでるから。ところがそこにですね、あれを見ろっていう強い演技の後に、はい、ありがとうございました。では次、高谷さん、お願いします。佐久間さんお願いしますっていうふうに言われた時にですね、お姉様が鉄下駄をってこっから語り出さなきゃいけないんですよ。で、リハでも吹き出して、本番でも吹き出して、結局ね、リテイク3回出したんじゃないのかな。もう本当伝説のカットですね。日高さんですね、すでにもうベテラン声優ですから、まさか自分が笑ってアフレコをですね、できなくなるというか、リテイク出すとはですね、まさか思わなかったんですよというふうにですね、打ち上げで熱く語っておられました。で、鉄下駄走ってる後でですね、お姉様のですね、光る汗が光ってですね、走りはダブラシでスローモーション風の作画です。真面目なパロディだからですね、こういうシーンでものすごいきっちり手を抜かずにめんどくさい作画を仕上げると。つまり、鉄下駄が重そうになって足を上げてもですね、ちょっと遅れないようにわざわざ鉄下駄にストラップがついてるんですね。で、ストラップがついた鉄下駄をですね、足を持ち上げる演技をしながらですね、登る演技っていうのをやってます。ここを大真面目にやりきるところでですね、ここから先の、説得力を上げようとしてるんですね。で、これを見てですね、驚いてるお姉様にコーチがですね、確かにお前には才能がないって言うんですけども、このシーンがもう大回り込みなんですね。
私には才能がないんですっていう時にですね、あれを見ろと言った後にですね、確かにお前には才能がないってこう回り込みをしながら言うんですけども、ひどいセリフなんですよ。観客のほとんどは多分このシーンうっかり見過ごして笑わないんですよ。本当にね、声優さんの演技力っていうのはマジ最強ですよね。前のカットで鉄下駄履いて、お姉様は鉄下駄をというところで笑わしてるので、まさかここをギャグとは思わないんですね。確かにお前には才能がない。しかし、代わりに何々があるというフォローがないんですよね。で、最終回に至るまで実は太田コーチはなんでのりこを選んだのかっていうの理由を一切語らないんですよ。才能がないのにですよね。それを言った後ですね、小田コーチはいい感じのセリフで終わるんですけども、夕日を逆光でバックにして説教してます。才能がないから努力しろとかですね、才能がないから努力しろと言うんだったら別にこいつでなくていいと思うんですけれどもですね、むちゃくちゃな説教されてるけど、夕日がバックだから、なんかね、いいこと言ってる感じになってるんですよ。で、そもそも、才能がないのはなぜ私を選んでるんですかっていうのりこのですね、質問にはですね、一切答えない太田コーチっていう設定が逆になってるんですね。で、その後バンゲリスっぽい音楽がかかってですね、ここも逆光です。とにかくトップはですね、困ったら逆光なんですよ。で、これはもう今のアニメ界も全部そうなんですけど、困ったら逆光。光が後ろから来てる感じですね。ロボットがですね、背中にタイヤを乗せて腕立てしてるシーン。これもギャグシーンなんだけども、バンゲリスっぽい音楽を田中康平さんにバンゲリスの炎のランナーのタンタタタタン、タンタタタタンっぽい音楽っていう風に言ったらですね、その頃の太田さんは大乗り、大田なんで、その頃の田中康平さんはノリノリですよ。バンゲリスっぽい、わかったわかった、俺そういうの得意だよって言ってたんですけども、トップを狙い終わった後、もう二度とあんな仕事はしないで笑いながら言ってたんですよ。あの頃の俺はどんな仕事もダボハゼのように食いついていたんだけども、もう今はあんな無茶な仕事はしないよと。だって、学校が終わって4時半になって皆さん帰ってくださいという時の音楽あるじゃないですか。で、それ、ドボルザークの僕の小学校が、大阪市のですね、オリオン小学校というところが、それがドボルザークのですね、陶器余りだったんですね、新世界よりの。ターン、タタン、ターン、タタン、ターン、タン、ターン、タタンっていう音楽だったんですよ。で、それもですね、そのまま使うとですね、お金がかかるので、もうグロスで田中康平さんに、ここはドボルザークの新世界よりの陶器山にっぽい音楽でお願いしますって田中康平が、任せとけって言って、本当にそっくりな音楽かけてるんですけども、ここもそうですね、バンゲリスの炎のランナーっぽい音楽でですね、腕立てしてますですね。ギャグとあんまりバレにくいんです。で、最後ですね、ランニングですね。またもや夕日逆光のですね、バンゲリスですね。上映会ではですね、ここ笑っていいんだろうかという感じですね、戸惑った感じの笑いがですね、ところどころ起きてるんです。でも、僕と安野くんが行く上映会では、もう僕と安野くんがここら辺率先して大爆笑するのでですね、お客さんが安心して笑うという状況になってるんですけど、こういうのが、最高に楽しいわけですよね。なんでしょうね。夕日をバックにしたり、逆光でバンゲリスっぽい音楽かけると、人間って感動しちゃうよね、と。で、そこにちょっとバカなシーン入れることで、でも不思議と僕らの気持ちも盛り上がってくると。トップを狙いのパロディっていうのは、感動する構造をパロディにしてるんですよ。構造をパロディにしてるのであって、やってることは大真面目なんですよね。で、すいません。もうどんどん時間がなくなってきたので、最後ここだけ、1話だけでえらい語ってるんですね。お菓子のシーンがあるんですけども、これいちごカルピスとかですね、ペプシとか UCC とかですね、その他、ブランド名が出てるんですよ。で、アニメでですね、ブランド名をここまではっきり出したのは、実はトップを狙いが最初なんですね。これも僕、はっきり覚えてる。なんでかっていうとですね、ブランド名を出すなっていうふうに最初言われたんですね。それは、一緒に仕事やってるプロデューサーの井上さんにもいうふうに言われたし、あとバンダイとかビクターにこれの許可を取るときに、いや、それは、っていうふうに言われたんですよ。で、なんでダメなんですかって、やっぱりみんなはっきりは答えられないんですね。そういうのは一つ一つを許可を取らなきゃいけないんじゃないかっていうふうに言うだけなんですよ。いけないんじゃないかって言って、許可を取らなきゃっていうふうに言ったらですね、ずっと僕らは、例えばそのコーヒーだったら UCC みたいに UTT とかですね、UGG とかですね、GCC とかそういうダサいパロディやるしかないんですよ。でもそういうダサいパロディをやりたくないじゃないですか。今
テレビ放映の時困るっていうですね、コメントがあったんですけど、テレビ放映の時に困るという考え方もあるんですけど、それだったら実写の映画でも全部できないはずなんですね。ところが実写の映画とかハリウッド作品ではですね、普通に別にブランド名を出しているわけなんですからですね、アニメだけできないはずはないわけなんですよ。で、ダサいパロディ、UGG みたいなことをやりたくなかったのでですね、パロディ真面目にするんだから、こういう時に商品名をきっちり出すことで、真面目な感じが出るんですよ。で、ここで嘘ブランドを出したらですね、真面目なパロディやりたいという世界観が崩れちゃうんですね。だから、実はトップを狙いの1話で僕がプロデューサーとして一番苦労したのが、このカットですね。このカットで商品名を出すこと。今ではアニメーションで当たり前になってます。今ではアニメーションで当たり前になって、どちらかというとコラボっていうふうに言われるぐらいなんですけども、ここはですね、トップを狙いですね、ちょっと個人的な思い入れのあるシーンでした。第1話の解説はここまでです。どうもお疲れ様でした。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。